皆さんこんにちは、メオチューブクラフトです。この動画では外れたファスナーを元に戻す方法を紹介します。動画の後半ではファスナーをダブルファスナーに変える方法を2つ紹介します。スライダーを入れることができれば外れたファスナーを元に戻すことができます。さらにダブルファスナーに変えることもできます。ニッパーなどの工具は一切必要ありません。ぜひ最後までご視聴ください。それでは始めていきましょう。まずはじめに外れたファスナーを元に戻す方法を紹介します。スライダーを入れるここがほつれている場合、きれいにカットしましょう。ハサミで端の部分を切ります。ほつれを防止したい場合、ここにほつれ止めやマニキュアを塗っておくと良いでしょう。続いてスライダーの向きを確認します。裏側を見ると分かりやすいと思います。大きい方が頭になります。頭の方は2つに分かれています。もう一方は分かれていません。頭の方、2つに分かれている方を入れます。左右どちらから入れても OK です。私は左から入れていきます。斜めに入れます。最も重要なポイントです。ファスナーが少し入ったら反対側も入れていきます。斜めに入れます。スライダーの金具部分、半分くらいまで入れます。左右同時に金具の一番上まで押し上げます。高さが揃いました。左右のファスナーテープの部分をしっかり指で押さえます。指で押さえながらスライダーを下に押し下げます。簡単な方法で外れたファスナーを元に戻すことができました。ここからはファスナーをダブルファスナーに変える方法を2つ紹介します。まずはじめに先ほどのファスナー、外れたファスナーをダブルファスナーに変える方法を紹介します。次に通常のファスナーをダブルファスナーに変える方法を紹介します。どちらの方法も知っておくと非常に役立ちます。ぜひ参考にしてください。まずは外れたファスナーをダブルファスナーに変える方法です。スライダーの頭、2つに分かれている方を入れます。私は左から入れます。右から入れても OK です。反対側も入れます。スライダーの金具部分、半分くらいまで入れます。左右同時に金具の一番上まで押し上げます。高さが揃いました。左右のファスナーのテープ部分をしっかり指で押さえます。指で押さえながらスライダーを下に押し下げます。こんな感じです。ここまでは先ほどと同じ工程です。ここからダブルファスナーにしていきます。ファスナーの裏を見ると分かりやすいです。2つのスライダーの頭と頭合わせでスライダーを入れないといけません。このようなファスナーの場合、ここにスライダー止めの金具があります。そのためもう一つのスライダーを入れることができません。ニッパーなどの工具で外してもいいですが、面倒なのでハサミでバッサリ切ってしまいましょう。ファスナーの長さが短くなるので気をつけてください。ファスナーの両端がこのようになります。このような状態では使えないでしょと思う人がいるかもしれません。ですが安心してください。ファスナーの端をしっかり処理すれば全く問題ありません。普通のファスナーとして使うことができます。先ほどと同じ手順で2つ目のスライダーを入れます。こんな感じです。ファスナーを反対側にします。2つのスライダーの頭と頭合わせでついています。金具部分が曲がっていないかも確認しましょう。このようにスライダーがついていればダブルファスナーの完成です。通常のファスナーをダブルファスナーに変える方法を紹介します。このようなファスナーの場合、上下にスライダーを止める金具がついています。このままではもう一つのスライダーを入れることができません。そこで上止めと言われるここの金具を取り外します。ニッパーなどの金具を使ってもいいですが、面倒なのでハサミで切ってしまいましょう。ファスナーの長さが短くなるので気をつけてください。こんな感じで切りました。説明するため付属のスライダーを外します。2つのスライダーの頭と頭合わせでスライダーを入れないといけません。つまり1つ目のスライダーは頭を上にして入れます。スライダーの向きを確認します。頭を上にして分かれていない方を入れていきます。スライダーを下に押し込みます。途中までしか入らないことがわかると思います。奥まで入ったところでファスナーのテープ部分を左右に広げます。この時プチッと音がします。音が聞こえたら、あとはスライダーを下に下げるだけ。
1つ目のスライダーを入れることができました。2つ目のスライダーを入れましょう。この時、ファスナーを全開にしておくと入れやすいです。スライダーの頭、2つに分かれている方を入れます。私は左から入れます。右から入れても OK です。反対側も入れます。スライダーの金具部分、半分くらいまで入れます。左右同時に金具の一番上まで押し上げます。高さが揃いました。左右のファスナーのテープ部分をしっかり指で押さえます。指で押さえながらスライダーを下に押し下げます。こんな感じです。ファスナーを反対側にします。2つのスライダーの頭と頭合わせでついています。金具部分が曲がっていないかも確認しましょう。このようにスライダーがついていればダブルファスナーの完成です。この動画が役に立ったな、なるほどと思ってくださった方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。